クローブチャンネルは普段ゲームを作っている人たちが面白いゲームを紹介したり、ゲームの作り方を解説する興味でクロート向けな YouTube チャンネルです。クローブチャンネル。はい。皆さん、こんにちは。はじめまして。お久しぶりの方はお久しぶりです。ゲームデザイナーの丹沢です。このチャンネルはゲーム制作者やゲームの業界人の視点から面白いゲームを紹介したり、ゲームの作り方を解説していく割とクロート向けなゲーム番組です。デジタルゲーム、アナログゲーム、あらゆる種類の遊びを扱っていこうと思っています。世の中には初心者向けの動画は多いですけれども、その中でがっつりクロート向けに振った番組もあっていいんじゃないかという趣旨の企画です。面白そうだと思ったらチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。第1回の今回はゲストをお呼びしてお送りしたいと思います。株式会社ホビージャパンのリーサルウェポン、山田俊さんでーす。よろしくお願いします。リーサルウェポンって何なんですか？僕が考えたキャッチコピーです。はい。改めまして、株式会社ホビージャパンの山田と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでね、第1回のゲスト、山田さんに来ていただいたんですけれども、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか？はい。ホビージャパンというのはですね、模型 C ですとか、ライトノベルとか、それからカードゲームとかを作っているような、総合ホビー会社にありまして、僕はそこでテーブルトーク RPG の編集をやっております。大丈夫です。TRPG の説明はしなくていい番組っていう、はい、こうイメージなので、TRPG 歴は長いんですよね。そうですね。もう気づいたら30年30年経ったっていう。やば。表向きは山田さんということで紹介したんですが、はい、実は僕は山田くんとは、山田くんが高校生、僕が大学生の時から知り合いでして、はい、まあその30年のうちの7割、8割ぐらいは、そうですね。22、3年は一緒に遊んでいるということで、はい、ゲーム仲間。第1回ってなかなかこうゲストを呼びにくいですよ。まだチャンネル登録者数もゼロみたいなところなので、はい、わがまま聞いてもらえる人を呼んだと。今日のテーマなんですけども、第1回の放送である今日は、まあ僕らがプライベートでも遊ばせていただいている大好きなゲームの話をしていきたいと思います。はい、今日紹介したいのは、このゲーム。はい。サイバーパンクレッドでーす。よろしくお願いします。はい、よいしょ。おちょっとね、僕がどれだけサイバーパンクを好きかということでね、はい、この、なんで書いてあるんだろう。アンリーシュはサイバーサイコ。お前のサイバーサイコを解き放って。解き放って。解き放ってきたわけですね。まあ、サイバーパンクというとですね、コンシューマーゲームのサイバーパンク2077とか、はい、まあ、アニメーションのですね、エッジランナーズとか、はい、様々な展開でまあ盛り上がってきましたが、はい、元はこの TRPG なわけですけども、はい、まあ、我々、プレイグループ結構、サイバーパンクっていうもの自体がそもそもめっちゃ好きですよね。はい、そうですね。そもそも今のね、グループが出来上がったのも、まあね、サイバーパンクものの TRPG を、そうですね。東京ノバがね、そうですね。めちゃめちゃやってたプレイグループで、まあ今いろいろなゲーム遊んでるっていうところもありますけども、なんかサイバーパンクものってなんで僕らこんな好きなんですかね？サイバーパンク SF？ ってなんだっていうね、話とかなんだ哲学。そう。いや、これ、人によって定義ってね、あると思うんですよ。それこそね、サイバーパンクとはっていっぱいあるんですけど、まあ、僕的に、まあ3つ多分こう欠かせないと思っていることがあって、まあ一つ目が、まず、まあテクノロジーがとても進化している。ハイテクってことですよね。まあ体を改造したりとかね。体に機械入れるのが普通になってるっていうのが一個。で、もう一個が、コンピューターネットワークがめちゃめちゃ進化していて、だからハッカー、このゲームではネットランナーって言いますけど、みたいな人たちがいて、まるでこう自分の精神を、こうネットワークの中に、幽体離脱みたいに。まあ魔法使いみたいなね、ところと重なる味付けがよくされますね。で、電脳空間の中になんかこう行ったりとかっていうことができるみたいなのが二つ目ですよね。で、三つ目が、こう社会に関する話なんですけど、行き過ぎた資本主義。なるほど。はい。つまり、金が命より重いっていう。はい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 。っていう、この三つが、まあ、大まかに定義かなと思っていて。荒廃してる必要はないんですかね？荒廃はね、ものによっては、まあ、パッと見結構綺麗な近未来ものっていうのが増えて確かに確かに、サイバーパンク SF で、でもなんかほら、外は荒廃してたりするよね。そうそうそう。そのね。でもディストピア感ってそこから出てるのかなって感じですよね。綺麗なところと、汚いところの差がはっきりしてるっていうのも一つの
まあそれもだから行き過ぎた資本主義の末路ってことか。そう。まあ金のない人っていうのはそういうふうに生きるしかない。福祉とかもね、ないから。なのでやっぱりその資本主義のありよう、現実世界のありように立脚してるからこそ、なんかちょっとずつサイバーパンク SF ってやっぱり時代の変遷とともに変わってきてますよね。そうですね。まあ世の中のね、そういう風刺になってるから、まあ、世の中の何かを大体象徴していたり。まあサイバーパンクこれ元々のゲームは、2020。はい。2020年を舞台にしてたんですけども、あの時の想像してた未来って、ソ連が崩壊してなくて新ソ連になって、まあ崩壊ややしたんだけど、新ソ連になって、で、あの頃ってまだ日本がバブルの時代だったので、まあアメリカとかヨーロッパの人から見ると、やっぱ日本がこの後企業でお金の力でこの世界を席巻しちゃうんじゃないかという、こう危機感を反映して、日本企業が、で、まあサイバーパンクでも一番大きい企業って荒坂っていう日系企業ですけども、まあ、ここがあったりとか、基本的にはそういうディストピア感みたいなのがあって、ただなんかだんだん変遷してきてるのって、やっぱ日本がちょっと現実世界ではややパワーが落ちてきてるのを反映して、今時のサイバーパンクだともうちょっと中華寄りになったりだとか。そうですね。とか、もうちょっとこうね、中東っぽい感じ。中東っぽい感じが入ったりとか。あとアフリカっぽい感じとかね。勢い増してきそうなもの、流行ってきそうな感じがするので、まあその、サイバーパンク SF ってもの自体が生き物みたいに、こう現実世界の、まあ鏡ではないけど、そこを土台になんか想像を膨らませているので、現実世界が変わっていくと当然変わっていく。ワクワクするポイントであるのかな。ファンタジー世界って、まあ、ファンタジーも好きでよく遊びますけど、ファンタジー世界ってもうポンってあったら、それは僕らの世界の影響を受けないじゃないですか。まあ、最近はね、異世界転生とかもある、ね。異世界転生の場合は受けるけど、じゃあロードス創世記とか。で、ロードスという島の文化レベルが僕らが、なんかね、中国が台頭したからとか、なんかロシアで戦争が起こったからで変わるってことはないですけど、このサイバーパンクってやっぱり僕らの世界の先の話をみんなで想像して遊びだから、もう当然今の世界も影響するし、あとまあその社会以外でも関係あるなと思ってるのは、お金とか、スマホとか、意外と僕らの世界がテクノロジーがぐっと上がってっちゃったものが、なんかたまに乗り越えちゃったりとかして、もともと想像してたよりも成長しちゃったりとか、もしかしたらサイバーウェアとか AI みたいなのも、ちょっと僕らが50年後こうかなって思ってたやつを3年後超えてるとか、いうことっていうのがあったりしたときに、まあ別にサイバーパンクって想像の遊びだから、それが悪いとか予想が外れたからどうっていう話じゃなくて、そこでリフレッシュしていけばいい。また新しい未来を想像して遊べばいいっていうところがすげえ面白いな。感じがしますね。さっき言ったね、3つの要素。共通点があるんですよ。この3つの共通って何かというと、人間性が失われてるってことなんです。人体改造されたりして、あと精神がネットワークの中に出ちゃったりとか、あとはまあお金の方が人間よりも価値があるっていう世界ですよね。ということは、その人間性が失われてる。でそれに対して反抗していこうぜっていうのがテーマっていうか売りだと確かにね。思っていて。だからもう失われた荒廃した世界の中での優しさとかがよりその輝くっていうか、まあ不良がね、こうね、めでてるみたいな、そのいわゆるコントラストで目立つっていうところはありますね。だから優しい世界だと優しいのがまあ当たり前みたいになっちゃうところを、まあもう全員が荒くれてる世界で主人公たちが見せる人情味とかいうところが輝くっていうところですね。TRPG の舞台としてめちゃめちゃマッチしてるんですよね。もともとね。サイバーパンクっていう世界自体は別に TRPG のために作られた世界じゃもちろんないわけだけど、そこがすごいマッチしてるなっていう感じしますね。ここが多分ね、僕たちがサイバーパンク SF を好きな理由だと思うんですよね。そうですね。まあ、特にこのサイバーパンクって、まあ基本は銃撃戦のゲームじゃないですか。銃撃戦のゲームって結構重いじゃないですか。まあそうですね。射程によって命中率が変わって、暗いからどうこう、傷を負っているからどうこう、車から撃っています。相手が車に乗っています。なんていうことになってきた上に、サイバーアイがね、組み込まれていますとかって言ってくると、まあまあ、一回弾丸撃つだけで何個足し算と引き算をせねばならないのかというゲームが多いは多い。悪口言ってるわけじゃなくて、面白いですよ。そうですね。なんか突き詰めていって、じゃあ、照明を落としてから、俺の有利な状態で戦うぜとか、こういうのがやっぱサイバーパンクの醍醐味じゃないですか。俺は目を改造してるから、暗闇でも見えるぜ、みたいな。チンピラが、うわ、見えないってなってるところをこう、かっこよく打っていく。こんなのを表現できるのは確かに楽しい。
初心者の人が混ざってたりすると、どうしてもルールブックをずっと開いて、これなんか明るさのルールってどこにあったっけとか、なんかね、落下ダメージのルールってどこにあったっけとか、調べていくことになるので、結構重いなっていう中で、このサイバーパンクレッドめちゃめちゃ軽い。そこがね、僕がやってみようかなと思った一つの理由なんですよ。近未来ものの TRPG の中では、多分一番ルールがシンプルなんじゃないかなと思いますね。特にそのビークルに乗ってるとか、射程の概念とか、移動とか、あと、隠れる、遮蔽を取るとか、この辺もめちゃめちゃシンプルですよね。なんか部分遮蔽取るとかじゃなくて、移動してピュッて出て、撃って戻る。で戻ってたら当たりません。出てたら当たります。もう0か1かみたいな。結構男らしいシステム。そうですね。で、武器もほんと数種類しかないですよね。ブックの段階では。普通のね、銃撃戦のゲームとかだと、僕ら結構好きで遊んでるガンドックとかだと、もう銃のページめちゃめちゃあるじゃないですか。そうですね。あれは現実に存在してる銃器がみんな。銃器がね。いっぱい載ってますからね。で、結構やっぱミリタリーマニアってそこにドキドキして、うわ、いっぱい載ってる面白そうっていうのがあるんだけど、なんともう1ページどころか、表で言うとね、もう半ページぐらいで、データ自体は収まってると。なので、マスタースクリーンのね、1ページに収まっちゃうから。そうですね。全部の銃器がもうそこで、基本ルールブックに載ってる全部の銃器はそこで網羅されてる。敵を出しても、GM も回しやすいんですよね。もうこいつはピストルしよう。こいつはサブマシンガンしよう。プレイヤーも、サブマシンガン持ってるチンピラがいっぱい来たということは、この射程で戦おうと。もうすぐわかると。どこどこ射程の銃を持ってるかどうかとか別に気にしなくていいみたいな。これすごいいいなと思ってますね。さらに言うと、ベースがすごいシンプルなんで、いろんな、僕は GM をやってるので、いろんなお話を載せやすい。なんか特殊なシチュエーションとか、橋が壊れてみんな落ちていくとかなっても、その落下ダメージとかが細かく設定されてるわけじゃないので、なんかいちいちプレイヤーが、いやいや、ここは5メートル落下だから何 D いくつのダメージだよとかって言わせないで、もうここは大丈夫、みんな大丈夫だったとか、ここはなんかこのぐらいダメージ食らっておいてとか、で、それしながら銃撃するみたいなところも割とざっくりしたルールで遊べるのは、やっぱりシンプルが、ベースがシンプルだから。基本のルールがシンプルだと何がいいかって、こうね、セリフとかを言う暇っていうのが結構あるってことなんですよ。やっぱりこうテーブルトーク RPG で、しかもこうね、サイバーパンクものやれるってことは、みんなこうアウトローぶってカッコつけたセリフ言いたいとか、そういうところをやりたいわけなんで、でね、こう処理が煩雑だとそういうことを差し挟む。そうですね。ずっとルールブックを読む方に集中しちゃうので、それが楽しいという面もあるので、別にそっちのゲームもやりたい時もある。だからそれはイタリアン食べたい日もあるし、なんかお寿司食べたい日もあるっていうのと同じで、いろんなゲームがあっていいんだけど、口三味線とかしながらかっこよく遊びたいねっていう時は、どうしてもちょっと重くなると、辛いっていうのがあるので、ここはサイバーパンクはやりやすいゲームですね。特殊ルール載せやすいっていうのもあるんですけど、僕が一番サイバーパンクで好きなのは、攻撃手が命中判定まで全部できる。回避判定が原則ないと。原則存在しない。で、特に敵が雑魚みたいなやつが出てきたら、ほぼほぼ回避はしてこないので、こっちで命中したかどうか決まるので、さっきのセリフの話で言うと、コロコロコロって言った瞬間に、もうかっこいいセリフを言い出せるんですよ。でも他の、回避があるゲームだと、コロコロコロってやって成功ってなった瞬間にはまだ言うの早いですよね。相手が回避判定振って、相手の回避が失敗した時に初めて、お前はもう死んでいるみたいなことが言える。そこがね、ワンテンポ早いのがすごい好き。最近ちょっとずつそういうタイプの増えてきましたね。増えてきましたね。そう。なんか僕も昔は回避判定あった方が理にかなってると思ってたんですけど、なんかでもやってみると、ない方がテンポスムーズになるし、こっちの方がいいなってのはやっぱありますね。そうですね。あともう一つ、ここはね、ちょっとプレイヤー目線というよりは、そのゲームを作っている人間としての、そのサイバーパンクレッドいいなって思う部分なんですけど、同じナイトシティというのを舞台にしながら、アニメもあり、デジタルゲームもあり、いろんな展開をしてますよね。で、デジタルゲームの方は、銃器とか、めちゃめちゃ細かくカスタマイズできるんですよ。反動だとか、そのね、ダメージだとか、いろんなものが音が鳴る鳴らないみたいなこと、いろいろカスタマイズできるんですけど、ここに引っ張られてなくて、その TRPG は TRPG の遊びとして最適化してるところが、めちゃめちゃ偉いなと思ってて。こう、再現することに、こだわりすぎていないという。そうですね。普通そのなんか同じゲームを他のゲームに展開しようとかなると、元のネタを全部入れたくなるじゃないですか。
でなんかそれをあんまやってないのが、偉いなと思ってて、ゲーム作りで優秀なプランナーとか、この人と仕事するといいなって思うプランナーってどこかな、どういう能力かなってこう考えることがあって、もちろんアイデアをたくさん盛れるっていうのはすごい大事なんですけど、これは結構やれる人多いです。これはいらないとか、ここは重くなる。例えば回避判定ってあった方が良さそうに見えるじゃないですか。あるゲームとないゲームだと、ないゲームの方が大雑把で、あるゲームの方が緻密みたいにこう見えるんだけど、ただこれはゲームとして遊ぶ時のことを考えた時に、ここはなくすべきっていうね、ちゃんと切れる、もうない方がいいっていう、うまくシェイプアップする、削減できる方が得意な人の方が、やっぱり優秀なディレクターとかに多いなって思うんですよね。だからそこを考えた時に、このゲームって、めちゃめちゃ削るべきは削るっていうのが、なんかちゃんとゲームデザイナーさんの思想が、開発者の強い意志を感じるっていうのが、ちゃんと本質というか、売りの部分っていうのを分かった上でやっているということですね。そうですね。そこがね、すごいいいなと思ってるんですよ。もう一個システム的にポイントで高いなと思ってるのが、ここも結構やってる人だったら分かることだと思うんですけど、サイバーパンク系のゲームだと、ハッカー系って必ずいるじゃないですか。この人たちが、通常の、ファンタジー RPG における魔法使いみたいな感じだったり、盗賊みたいな立ち位置だったりするんだけど、ちょっと違うのが、パーティーと分かれて行動することが多いじゃないですか。そうですね。なので、ハッカーは、ずっと家にいました。だからみんなが危機に陥っても部屋にいます。で、逆にハッカーをピンチにさせようとするとみんなが駆けつけなきゃいけなくて、駆けつけたらハッカー家で血まみれになってますみたいなことになりがち。で、これが結構、サイバーパンク系の面白さではあるんだけど、ちょっとGM としてはやりにくいよねとか、お話作りにくいよねというところがあったんですが、これがですね、このレッドだと、非常にクレバーに解決されてますよね。そうですね。世界観がね、インターネットみたいなコンピュータネットワークっていうのが、世界的なものが崩壊しているっていう世界になっているんで、なので、その遠隔から、アクセスできる範囲がかなり限られているんですよね。なので、建物に潜入するってなったら、ハッカーも一緒についていって、近くの、アクセスポイントから、アクセスしないといけないということで、銃撃もちょっとできるようになってないと、自分の身も守れないといけないし、防具も着る必要があるしっていうところで、まさに盗賊的な、感じで行くんだけど、近未来っていうのがちゃんと、ルール的にも世界観的にもかっちりハマってるのはすごい僕はいいなと思ってますね。リモート勤務は許さないというね。そうですね。顔を合わせましょうと。パーティーは必ず、よし、行くぞと。で、ね、血を流したら、一緒に治療してっていうところも、なんか一緒に共有できるっていうのがめちゃめちゃいいな、ところです。一緒にやってるキャンペーンでもね、僕のやってるハッカー。そうですね。ネットランナー。めちゃめちゃ怪我してますからね。そうね。よく打たれてるもんね。一番怪我してるんじゃないかっていうぐらい。ジャックインすると、ちょっと無防備になるから、怪我しがちではありますけどね。そこがすごい面白いなって思うところです。ネットランナーの話ちょっと出たんですけど、このゲーム、めちゃめちゃいろんな、ロールがあります。前線で戦うキャラとか、さっきのネットランナーとか、は遊びやすいなと思うんですけど、何が好き？僕はね、遊ぶとしたら。僕はやっぱり今ね、やってるキャンペーンで、ネットランナーやってるんで、ネットランナーが今一番好きですね。なるほどね。僕は結構ローマンとか、他のゲームでできなそうな感じのやつは結構好きですね。一部やっぱりちょっと遊びにくいなっていうロールあるなと思ってて、ちょっとなんかその辺の話はしときたいなと思うんですよね。筆頭で言ったら僕はフィクサー結構、どうしようって思うんですけど。そうですよね。フィクサーってそもそも何なのってね、結構ね、イメージしにくいですからね。だから、例えば、エッジランナーズ。だったら、目がいっぱいあるブーってなる、あいつじゃないですか。フィクサーって。TRPG 的に言うならあれ NPC ですからね。あいつがパーティーにいてもさ、車に乗ってボトンってって、あとは頼んだって、ブーって言っていなくなりそうな感じじゃないですか。依頼人感があるからですよね。そう。だからね、依頼人のデータとしてフィクサーが載ってるのはいいんだけど、あくまでプレイヤーのロールとしてフィクサードーンって載ってるじゃないですか。これどういう風に料理していいのかなっていうのなんかあります？フィクサーって、役割としては、なんかそういうお仕事を取ってくる人だったりとか、それからその人を集めたりとか、あとなんかアイテムの調達とかをやる人ってことじゃないですか。役割で言うと、チームリーダーってことだと思うんですよね。交渉して方針決めて、この依頼は受けよう、受けないとか決めたりっていうことか。
で、NPC だと、まあ仕事やってって言って終わりなんですけど、まあ PC でやる場合は、自分も現場に行って、みんなを率いるっていう役割。なるほど。だから、まあちょっと、ある程度自分でも戦えた方がいいのは間違いないんで、まあ銃とかを撃てるようにしとこうと。まあこのゲーム、ぶっちゃけ、ネットランナーだろうが、フィクサーだろうが、まあサンプルのキャラクター、こっちにはないのか。ウェブの方にあるのかな、あります。サンプルのキャラクター結構がっつりちゃんと作って、まあまま遊んでいいっていうようなデータがあるんですけど、まああれを使えば、全員ちゃんと拳銃持ってるし、そこそこ技能もちゃんと持ってるので、まあ全員銃撃できるんですよね。そう。パーティー組むとき、まあ GM あんまり難しく考えないで、フィクサーはもう交渉してるとき以外は活躍のシーンないんだって思っちゃうと、シナリオがなんか作りにくくなっちゃうので、まあ基本的には全員銃撃ができる荒くれ者の集団で、まあちょっと交渉が得意なやつと、ちょっと車乗るのが得意なやつと、ちょっと物が修理できるやつと、ちょっと治療が上手いやつがいるみたいな感じにすれば、まあメドテックとか、いろんなロールを入れても遊びやすいですよね。ちょっとある程度戦えるようにするのは前提と。結構だってロッカーボーイとかだって、ずっと歌っていられたら困るじゃないですか。そう敵地に潜入しなきゃいけない時もあるし。別にね、戦闘中歌ったから何かでいいことになるかっていう、そういうゲームじゃないんで。確かにね。少し別の特殊技能をそれぞれが持っている銃撃ができるチームっていう風に捉えるのが一番わかりやすいかもしれないですね。あとはね、フィクサーってまあこうみんなね、お手本になるような、まあ映画とかアニメとか、あんまないっていうことだと思うんですよ。そうですね。銃撃のかっこいいシーンはすごい想像つくし、まあネットランナーとかもかっこいいやついっぱいありますけど、確かにフィクサーっていうの敵になったり、なんかさ、NPC として出てくる時は多いけど、主人公としてっていうとなんかあります？はい。これはですね、僕いつも思うのは、オーシャンズ11っていう映画ありますよね。あの主人公って、あれってフィクサーなんですよ。なるほどね。これから自分がやろうと思っている、まあそのね、ミッションに対して仲間を自分でアサインして。なるほどね。全体のリーダーか。でやって、あとはこうボスとですね、ああいうの根源ものって言いますけど、交渉して騙したりとかするみたいな口先とかで。でそれをやってる間に仲間たちが何かミッションを成功させるみたいなことをやったりする。あれが多分僕、ヒーロー的なフィクサー像かなっていうふうに思います。なるほどね。数は多くないけど、参考になるものもあるってことですね。あのタイプの映画の系譜って、昔からこうずっといっぱいあるんで、そう、あれ以外でもね、スティングっていう映画とか。あ、見てない。そう、結構古い映画なんですけど、これはかなりオーシャンズ11的なやつですし、あと最近で言うとね、ダンジョンズ&ドラゴンズの映画ありましたよね。あれって、根ゲームものなんですよね。で、主人公ってオーシャンズ11のオーシャンみたいな仲間を集める人なんですよ。そう。だからそれで言うとね、ずっとその系譜ってのは続いてきてるんで、そういうのが参考になるかなと思ってます。ね。宣伝では盗賊って言われてたの。あ、そうですね。もやもやしながら見てましたけどね。盗賊と、あとね、自然の化身。みたいなね。そう。バードとかドロイドってね。そう。バーバリアンとバードじゃないんですかねみたいなね。なってましたけど、まあね、あれはやっぱりね、皆さんに分かりやすく伝えるために、多分広報の人も分かってて、でもこっち行くんだってなったんだろうなと思いますけどね、もう。そう。ああいうなんかね、犯罪者っていうんですかね。ああいうものっていうのが、まあ、フィクサーのお手本としてはいいかなと思ってます。なるほど。まあね、それって結構ネタ元としても、そのシナリオを作るときとかに、結構その犯罪者のフィクサーものみたいなやつを参考にすると、一本シナリオ書けそうな感じしますもんね。そうですね。そのね、シナリオの中でどんな判定が必要なのかとかっていうのも、ああいうのってそういう細かいところがね、出てくるんで。シチュエーションがね、いろいろあって、どういう困難を乗り越えたのかみたいなところを、まあ、ノートとかに書き出していくと、ほら、不思議シナリオができたみたいな。ことはあるかもしれないですね。ルパン三世とかも、それですね。ルパン三世におけるフィクサーは誰？だからこう、ルパンなんですよ。だってね、ルパンって、そのキャラクターのクラスで言うと何なんだろうって言われると、よくわかんないじゃないですか。まあ、次元もいるし、次元はガンマンですよ。五右衛門もいるから。まあ、侍ですよね。で、藤子ちゃんもいて。そう。まあ、彼女がいわゆる盗賊的なスパイっていう立ち位置ですよね。ルパンは何なのっていうと、そういう役割。でもなんかみんなを集めるのはルパンですもんね。そう。ローマンが追っかけてきてね。そう。はい。確かに。まあなんかいろんなゲームのこのキャラって、まあこれロッカーボーイなんだなとか、こいつはフィクサーなんだなとか思いながら映画なんか見てみると、割とね、これはサイバーパンクレッド以外でもね、結構使える手法で僕らの、もう映画見るとすぐノバのシナリオを作ったりしますけどね。まあね、これは TRPG プレイならあるあるじゃないですか。僕今、時代劇のシナリオをね、ちょっとイベント用に書いてますけど、もう時代劇のシナリオなんか時代劇見た一発だからね、もう。そうですね。これでいこうっつって、なるんでね。皆さん映画とか見た時もそういうのをね、これをシナリオにしてこうみたいな、こう、
見方をすると、またちょっと分析的に見れて面白いかもしれないですね。ここまでシステムの話いろいろしてきたんですけれども、まあサイバーパンクレッドの魅力の一番最大のところというのはやっぱり、魅力的なナイトシティっていう、まあシチュエーションだったりっていうところもあると思います。まあ、この辺はね、なんかやっぱりアニメだとかゲームだとかでかなりこう解像度高く出るところではあるんですけど、なんかサイバーパンクものってめちゃめちゃいいですよ。まあ僕たち好きですね。好きですよね。まあ、テーブルトークもそうだし、まあ映画とかでもね、よく見ますからね。なんかおすすめの映画とか映画で言うと、最近だったらあれじゃないですか、レディープレイヤー1じゃないですか。レディープレイヤー1。まあレディープレイヤー1は、これはサイバーパンクじゃないですか。サイバーパンクか。みんなね、ネットランナーたちのお話ですから。確かにね。まあそこにちょっとフォーカスは当たっているけどっていうところですね。特にこのね、サイバーパンクレッドと、なんかこうレディープレイヤー1、近いなと思ったのが、こうサイバーパンクレッドの世界観って、他の近未来もののテーブルトークと比べても、ぶっちぎりで不便な世界じゃないですか。不便だね。さっきのね、ハッカーの話もね、ネットランナーの話もそうですし。つまりなんか戦争とか、それから災害とかが起こったせいで、めちゃめちゃ不便になっている。だからこう、近未来ものであると同時に、ポストホロコーストものっていう言い方がありますけど、っていう世界観なのが、すごくこれの面白いところなんですよね。確かに。だけど都市はあって、でも外に行くと、まあ北斗の拳とか、マッドマックスみたいな世界が広がってて、共存してるっていうところも面白いですよね。まあどっちも舞台にできるし。だから本当になんかこうね、弱肉強食の世界になってるし、さっき言ったルールが簡単なこととも結びついていて、ルールが簡単っていうのはどういうことかっていうと、すごくキャラが死にやすい。世界観の中でも命が軽いっていう世界になってるじゃないですか。そこが荒っぽい世界観をよく表していて、楽しいっていうところがあると思うんですよね。なんかルールブックも開いた瞬間、普通は君たちはみたいに書いてあるところが、なんか全部お前たち呼ばわりで、全部ルールブックが書いてあって、あれも翻訳の妙ってところもあると思いますけど、めちゃめちゃそのなんか世界にグッと入ってこれるからいいですよね。お前全部お前ですか？お前って言われて。でもあれは僕原本読んだことないですけど、原本はだって You でしょ？そうですね。翻訳。これは翻訳チームの。なるほどね。いや、これはもうすごい、もうめちゃめちゃいいと思う。日本版の方がいいまであるもん。そうですね。そういう意味だね。なるほど、なるほど。一方で、いろいろ軽くていいみたいな話してきたんですけど、長く遊んでると、ちょっと武器とか装備、やっぱり言うてこだわりたいなとか、あとやっぱりサイバーパンクで言うと自分を改造していったりするっていうところもありますけど、そうサイバーウェアの種類とかも、必要最低限のものしかなかったりするので、ちょっと物足りなくなってきますよねというところが、そろそろみんな出てきたんじゃないのと、いいタイミングで、出ましたねと。いうことで僕の方から紹介させていただきましょうか。ブラッククローン。サプリメントですね。出たばっかり。出たてほやほやですけども、新兵器、新装備、新ビークル、さらにお得な新情報満載。今すぐ買うっていっぱい書いてある。そうなんです。これ通販サイトの、広告ページとか、サイトの販売ページっていうという体であるので、カタログになってるんですね。あれは、元はバイナウ。バイナウ。バイナウを今すぐ買うって訳してるんですね。なんかもう今すぐ買うボタンがいっぱいある、面白い、本です。某ゾンをね、ゾンね。日本語だと今すぐ買うと書いてある。今すぐ買う。そうでしたっけ？とにかくね、この本、絵が多い。めちゃめちゃね、かっこいい絵が多いので、なんか文字読まなくてもパラパラ見てるだけでめちゃめちゃ楽しいっていうのが、すごいいいなと思ったのと、あと僕も結構読んでみたんですけど、単なるデータ集で、データ増えて嬉しいなって、もちろんそういうところはあるんですけど、各企業、ここの会社はこんなの作ってるよとか、某ね、産業みたいな感じの、ちょっとやばいやつですね。会社がね、突然出てきたりとか、可愛いね、なんかファンシーな銃が、サブマシンが出てきたりとか、ナイトシティの解像度が、より読んでるだけで上がるっていうのは、ただのデータ集じゃないっていうところが、めちゃめちゃいいなと思いました。フレーバーテキストみたいな形で、その企業の歌い文句とか宣伝文句みたいなことが書いてあるんですよね。なんかこの会社って、よくそう GM やってると、その会社を敵として出したり、味方として出したりみたいなことやるときありますけど、そういうときにも、やっぱりこういう製品作ってる会社ってきっとこんな感じなんだろうなとか、こういう上司がいそうだなとか、一個のアイテムだけ読んでても、シナリオ一本書けそうみたいな感じがすごいいいなと。単にデータがね、プラス1です、これは、とかっていうことだけじゃないっていうのがめちゃめちゃいいなと思いました。あとね、ビークルが
結構乗ってる、乗り物ですね、たくさんあるので、ノーマット的にも嬉しいですよね。ノーマットも結構自分で改造できるとはいえ、割と似たような車になりがちだったところが。データが決まっちゃってるんで、フレーバーで遊ぶしかなかったみたいなところが、もっとね、具体的にいろんな種類の中から選べるようになってる。オフロードにするのか、それともシティ用にするのかみたいな。そうですね。僕らのね、プレイグループもノーマットはなんかちゃんとミニカー買ってきて、そうですね、わざわざたまに忘れますけどね、買ってきて遊んでましたけど、なんかそういう遊びもよりはかどるなっていう感じがしました。あとは僕は GM やるので、後半にナイトマーケット、売買のところの、基本ルールブックだと割とざっくりしか書いてなくて、これどうやったら買い物できるのかよくわからんみたいなとこありましたけど、そこが実際どういう風にみんなが買い物するのかとか、ルール的な部分とフレーバー的な部分含めてたくさん書いてあったのが GM 的にはめちゃめちゃ嬉しくて、ここも舞台に1シナリオやっぱやれるし、いいなと思いましたね。あれを参考にしてね、自分でなんかオリジナルのナイトマーケットを考えたりするっていうのも楽しいんですよね。なんかそのアイテムを強奪しようとするみたいな話もできるし、そこでの取引の中で何か事件が起こるみたいなこともできるし、ということで、めちゃめちゃいいなと思っていますが、僕がほぼほぼ言い切っちゃったかなと思いますが、なんか他に活用して、こんなことできるとか、なんかあるんですかね？シナリオをネタにしやすいっていうのはとにかく一番ですよ。その本当になんかね、何に使うのこのアイテムみたいな、実用性で言うとわけわかんないアイテムとかも。そうですね。なんかいわゆるデータブックっていうところで、フル株の TRPG ユーザーが期待するような、なんか強い武器がいっぱい乗っててうひょいっていう感じというよりは、変わったものとか、ちょっと特殊な用途に使う。何の時にこのマシンガンからこれに切り替わるって書いてあるけど、そんなシチュエーションありますみたいなものとかね。いうのを考えながらやるのが楽しいっていうのはありますね。なんかね、僕が好きなやつで言うと、拳銃なんですけど、拳銃のグリップからちっちゃいスクリーンが出てくるっていう銃があるんですよ。で、そのスクリーンに何が映るかっていうと、なんか好きな映画を流せるらしいんですよ。銃撃のさなかにね。敵に狙いをつけながら、そこでスクリーンで映画を見れる。で、その映画でやってるセリフとかを真似して、決め台詞が打てるっていう。そういうね、一応実用性があるということで。実用性。お前サイバーパンクの世界なんだから、もっと脳に直接流せばいいのに、あえてアナログで見るっていうのは、なんかいいですね。それがなんかね、変なキャラを表現しやすくて面白いなと思いますね。なんかサイバーパンクの世界っていうか、少なくともナイトシティって、すごい荒廃してるし、もう絶望的だし、チンピラがいっぱいいて、なんだこれって思うけど、みんな元気でいいですよね。そうなんですよね。なんかね、世界がめちゃくちゃだから、もうなんかその中でパワフルに生きるしかない。生きるしかない。それがなんかパンク感みたいなところなのかもしれないけど、そこが結構魅力っていうか、なんか僕らが遊びやすいし、荒っぽくやっても、なんか楽しくて、ははって終わるし、みたいな。そうですね。ここはなんかいいですよね。めちゃくちゃな感じなんだけど、どっかでもお話、ちょっとメロドラマみたいなお話とかがたまに入ってくると、そうですね。ひときわね、ちょっとドキッとする。ちゃんと人情も残ってたんだ、みたいなことが分かったりとかっていうところもいいところですね。なんかいろんなシナリオ今作ってますけど、なんかまだまだ遊べるなと。そうですね。これは楽しいですね、思っておりますね。サイバーパンク好きすぎるんで、多分このままいつもね、飲んで喋ると2時間も3時間も経って、だいたい終電になってますが、これ何時間でもできるんですけどね。一応ちょっと時間的なところがありますのでね。ちょっとお時間となってしまいました。今日はですね、サイバーパンクレッドについて、ホビージャパン山田さんをお迎えしていろいろ楽しくお話しさせていただきました。いろいろアニメもあったし、デジタルゲームもあったし、いろんな展開あると思いますけど、今後なんかどんな展開があったりするんですかね。なんか言えることってあったりするんですか？一応ちょっとですね、まだ発売未定なんですけど、今ですね、Tales of Red というですね、シナリオ集ですね、の方をですね、準備しておりますという。意外とだってシナリオ集あったはあったけど、なんかシナリオフックみたいなので終わってたりとかもあったので、無料で公開しているシナリオフックとかもあるんですけど、ちゃんとしたシナリオ集っていうものは今出てなかった。そうですよね、初ですよね。楽しみにしてます。ぜひね、自分でね、自作シナリオを作る人でも、やっぱり、基礎のシナリオってそこから一部分だけちょっとね、美味しいところもらってきたりとか、敵のデータだけもらってきたりとか、結構役立つところもあると思うので、僕もめちゃめちゃ楽しみにしてます。まだまだ今後もサポートが続くということで。もちろんです。ありがとうございました。今日はですね、山田さんに来ていただきました。ということで、こんな感じでですね、黒帯チャンネル今後もやっていきますので、もしよろしければですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。また次回お楽しみに。では、さようなら。さようなら。